こんにちは。最近2キロのダイエットに成功した侍ジャパンです。今回はですね、侍ジャパンの日常という感じのイメージでお送りしたいと思いますので、ご興味、スキップしてくださればと思いますね。はい、今回は、私物購入2選と題しまして、一つはですね、悩んでやっぱり憧れのモデルが欲しいということでちょっとご紹介したいんですよ。というのもですね、私はオメガ C マスターの大ファンなんですね。そうですね、選ぶときは意外とロレックスを選んでしまいますが C マスター大好きなんですよ。でこちらカタログ、これ正規店でいただいたものですが、これ多分2018年の印刷だと思うんですよね。でこれを開くとこれ見てるだけで幸せなんですけど、1番いきなりダニエル・クレイグなんですね。俳優さんのダニエル・クレイグですね。このようにアンバサダーズですからね、いいでしょう。そして次に、25周年ですよと。そしてイメージはこのグレーのダイヤルになってますね。グレーにブルー、なるほど。そして先ほどちらっとも見えてしまいましたが、この当時のコレクションこうなんですよ。ステンレススチール製6モデルと 18K ゴールド製の8モデルというふうに、右側がゴールド、18キャラットですよね。やっぱり紙媒体っていいなと思った次第なんですよね。でそれからここ迷ったのはここですね。つまりオメガのバリエーションたくさんありますので、まずはブレスレットにするかとか、カラーリングはどうかとか、あとは18K を選ぶかどうかですよね。このセドナゴールドですか、綺麗なんですよね。でいろいろ試着もさせていただきまして、いわゆるオメガを代表するブルーのカラーですよね。これが定番かなと思うんですけど、結構な人が装着してるのを見ますので、私の友人にも何人かいて、かぶりまくりと、かぶってもいいんですけど、それだとどうかなと。それではこれ右側のページに移りますと、やっぱりここはね、メタスですよ。8つの厳しい認定基準をクリアしていると。メタスというのはスイス連邦計量認定局の略称ですね。はい。でこれ8つあるとすごいですよね。まずはもう1番目、これがもう1番と、15000ガウス 1.5 テスラの磁場に触れた際のコスク認証ムーブメントの性能機能とありますね。これやっぱりね、気になりますね。少しね、例えばスマホとこうまとめて置きがちじゃないですか。そういうところで気にならない、気にしなくていいというのは良いですね。はい、そして2番が15000ガウス磁場に触れた際の時計の機能と、磁場に触れても大丈夫ですよと。で大体 MRA が1万ガウスと言われていますので MRA ですよ。十分に満たしていると。で3番15000ガウスの磁場に触れた際の1日平均の精度誤差と、これをクリアしているということですね。もうまず磁場関係、磁気関係が123トップを占めていると。この辺りがやっぱすごいですね。そして4番時計の平均日差と、5番パワーリザーブですね。これは55時間になりますね。そして6番姿勢における精度誤差と6ポジションとありますね。そして7番パワーリザーブ残量が 33% と 100% の際の時計の精度誤差。そうですね、要は巻き上げが少ない時 33% とフル巻き 100% の精度誤差です。最後の8番が防水性能とありますね。当然これは C マスターダイバーですのでプロダイバーですよ。英語だとね、SMP と略しますね。ごめんなさい、 C マスタープロフェッショナルということで、このムーブメント8800ですね、キャリバー8800を搭載していると。でこのムーブメントには非鉄素材が使用されておりと、磁気が及ぼす影響を遮断することができます。遮断ですから完璧に断るとどのぐらいの深さまで問題なく潜れるかについては誰もが知っている通りですと。この辺りはね、もう
オメガのプライドが伺えますよね。それからこのように、いろいろねヒストリー的なものがありますね。1993年にフランス人のローランド・スペッカーが、スイスのヌーシャテル湖において80メーターの淡水フリーダイビング世界記録を達成と。淡水のフリーダイビングですから、酸素なしですよね。素晴らしいですね。昔はジャック・マイヨールとかねモデルとかありましたよね。赤のこう点々点がついた懐かしい。はい、そうですね。いろいろありまして、これアメリカズカップ、これはヨットのレースですね。右側、それからやっぱり出てきますね。95年のゴールデンアイ、これはピュアス・ブロスなんですけれども、ジェームズ・ボンドが初めてシーマスターを着用と。これ以来ジェームズ・ボンドの代名詞となりセールスも急増しましたもうその通り書いてますね。はい、で右側に移ると今度は懐かしい、アレクサンドル・ポポフ、これは水泳選手ですね。私水泳やってますので大好きなんですよ。ポポフとかテニスの世界女王マルチナ・ヒンギス、懐かしい。そうか、20年以上前ですよね。25年ぐらいになるのかな。大フィーバーでしたもんね。とダイビングのためだけの時計ではないということが証明されたと。で2000年、ピーター・ブレイク卿などのお話もありまして、そして2006年新しいジェームズ・ボンド登場しましたが、アイコニックな時計はそのままでした。ダネル・クレイグはシーマスター、300を着用して、007カジノロワイヤルでさっそとスクリーンにと。なるほど、そのモデルだということですね。ちょっとザザザっといきますのでちょっと雑な感じはすると思いますが、今はダニエル・クレイグですよということで、結構な長い期間アンバサダーやってますよね、広告と。なるほど、こういうのもいいなと思ってですね。でそのラインナップですね、迷ったのはこれ見てますと、最初の2018年の登場ですね、一新させますとありますので2018で間違いないかと思うんですが、これ白文字はないんですよ。日本向けには当初設定されていなかったのかな。どっちでしたっけ。2019に出たんでしたっけ。で私はいろいろ考えまして、黒文字はばっかりだと、私のコレクトする時計がですよ。であとはブルーですよね。でいろいろ考えまして、ゴールドとかいろいろありますよね。でゴールドコンビモデルどうかなと思ったんですよ、この辺り。ただもしかすると飽きが来るかなと。そんなには飽きないんですけど、そういうところも考えましてね、今回は白文字盤、やはり一番視認性のいいという白文字盤に挑戦してみたいということで、ちょっとウェブ出しましょうね。セッティングしましょうね。はい、これも出ているんですが、そしてこちら隣にSBDC101、そしてシズの新しいシリーズ8ですね。これ何をしてるか、精度テスト中なんですよ。 Now ですよ。今途中ですのでご期待ください。はい、多分こっちのシーマスターの動画の方が早いと思いますね。はい、それで見ていきますと、ちょっとグッと寄せて、カメラを寄せる方がいいかな。カメラを寄せて、ちょっと見にくいですがこうしましょうね。はい。でこれでこれはダイバーズのコレクション一覧なんですが、メンズコレクションですね。こういくとこの普通今の順番でいくとですね、まずはナトーストラップが出てくるんですね。ただこれは95万円ですから、セラミックの方ですかね。そして白文字盤出てきますよね。そしてラバーにするかブレスにするかと。普通はブレスですよ。つまりブレスレットってやっぱり1本10万円とか別で買おうとするとなってしまいますよね。IWC なんか15万円とか17万円とかそのぐらいしてしまうということで、普通はブレスから買いなさいというのが定石。私はですね、実はラバーモデルが好きなんですよ。この軽やかな感じ、そしてブラック定番ですよね。そしてこれはブラックにブレス、ブルーにラバー、あとは下に行くとブルーにブレス、そしてここの辺りからコンビモデルですね。
セドナゴールド、いわゆる、ローズゴールドですね、赤みがかったゴールドにブルーを合わせたノズル、これもね迷ったんですよ。で続きましてやっぱりブルーのラバーにこのシルバーのダイヤルですよね。どなたがお持ちですよね。はい、いろいろこうありまして、こんな感じでいくんですね。たくさん種類がありすぎてと、私個人的に思うのはオメガちょっと種類が多すぎないかと、それでこう選びにくいと、品番もよくわからないみたいな、数字だけですからね。あれも規則性はもちろんあるんですけど、ということでこの57万2000円、これホワイトダイヤルにラバーモデル、これにしようかなと思ってるんですよ。ラバーがどのくらい、経年要するに持つのか、それはもう知りたいなと思ったんですね。だからオプションでラバーで4万円ぐらいでつけるのもいいんですけど、いきなりラバーと、これがいいですかねと。で中身はもうメタス認定のコーアクシャルエスケープメントですから、このコーアクシャル、ジョージ・ダニエルが発明したコーアクシャル脱震器、これを一応ですね、量産では世界で唯一実現しているのがオメガですからね。すごいですよね。これ他の企業はできていないという意味でもあるんですよね。こういう唯一無二の機構、例えばグランドセイコーのスプリングドライブですとか、そういうのって私は結構好きですね。そしてYouTube やってる側からしてもそういうのは皆さんもご興味あるかなと思って、やはりオメガ1本持っておかないとと、つまりコーアクシャルのマスタークロノメーターが欲しいということですね。じゃんとちょっとチェンジしまして、2つあるなと、これ2000とありましたと、要はですね、こちらオメガカシオスポーツチープカシオ系にはなるんですかね。2000円プラスぐらいですから、なるほどと、これどちらにしようかなと、もう10日間ぐらい悩んでるんですよ。どちらがいいかなと。白々しいですか。いや値段はこちらはもう60万近いですよね。こちら2000円ですから、白々しいのでそうですね、ですかね、これめちゃくちゃ使いやすいです。それでなぜこの白がいるかというとですね、これ今うちの子供にもう取ってしまわれて気に入ってしまってですね、でもうずっともうあげようかなと。でどっちかというとこれ白ホワイト文字盤の方が柔らかめに映るかなと思いまして、なるほど、そしたらこれを買ってあげようかなと思ってしまったんですね。どちらにしようかという感じではなくて、両方購入しようかなと思ってるんですけど、このカシオいいですね。非常に優秀ですよ。でこれは普段の日常の、特にこれ防水 100m ですね。それで普段の日常、いわゆる野良仕事ですとか、あとはもう今リモートですから、あんまり時計をジャーンとすることもなくと、これ使いやすいですね。こういうの好きなんですよ。それでじゃあチープカシオのこれどこ行ったんだと、これがですね、電池が止まってしまいまして、これ年差0秒のスーパークォーツですけど、すごいもうこれが基準の時計だったんですけど、電池がパタッと止まってしまって、そうですね、3年ぐらい使いましたかね。3年持ちましたよ。モニター電池かもしれませんが、で変えてもいいんですが、どうでしょう、1000円プラスじゃないですか。これ電池交換、自分でしてもいいんですけど、電池取り寄せとかどうかなと思いまして、これもいいんですが、少しやっぱり可愛らしい小さめですかね。これサクッと本当に非常に使いやすいので、これも大好きなんですけど、今はですね、ちょっとした時間も計測できるこちらの、ダイバーズ風ですね。
風のモデルの方が見えやすいですね。しかも視認性も非常に良いですね。ルミは弱いですけれど、これまた、概要欄説明欄に貼っときますね、リンクを。これは本当に使えるおすすめですね。はい、私もこう2台目を買おうかなという感じですよ。でカラーリングいろいろありますので、もう話が長いと言われそうなので、もうそろそろ終わりにしますけれども、何と言いますかね、例えば今この状態、これほとんどその成功ですね。これ指さしてるところ、成功からここに例えば iPad ここマグネットがついて、カバーをカチャッとラチェットみたいな感じでひっつけるようにできますよね。ということはマグネットがこの辺りに存在すると、もうこういう感じで、後ろバッテリーもありますから、もうこれやっぱ気になるんですよ。今精度マラソンで測定中ですので、またお楽しみにください。はい、でそうなので、やっぱこういうの気になるのっていうのはどうかなと。例えばじゃあこれだと、クォーツの場合は磁気帯っていう、概念自体が一応ありますけれども、ほとんどないと。やっぱり気になりませんよね、これはね。という感じのイメージなんですよ。そうなのでどっちにしようかなと。違うか、もう2つ買うということにね、終わりの方ではこう説明をさせていただいています。はい、ということで購入候補、いろいろそういう経緯、理由から決まりました。コンビと迷いましたが、コンビどうかなと思って、このベゼルあたりが、18カラットなんですね。なのでちょっと傷がもしかするとゴールドやっぱり柔らかいですからね、こういう感じでローズゴールドっぽい感じの見た目になるので、豪華ではあるんですけれど、と思いましてね、やっぱりがっつりとステンレスで、セラミックがねバリッとベゼルで光りますから、内側もセラミックダイヤルですので、これがいいかなと。憧れなんですよ。私一番最初に買ったのがスピードマスタープロなんですね。プロフェッショナルの手巻きです。あれが自分で買ったのが一番最初でしたね。新宿かどっかで買いましたよ。そんな感じで、その当時はこう適当に使っている感じでしたので、今回はやっぱりこうある程度年もかなり重ねましたので、エイジング私もしたんですよ。そうすると大人の時計オメガいいなと。そして今オメガ来てますから、皆さんどうでしょう。皆さんもねオメガ等の方たくさんいらっしゃると思うので、ぜひどしどしねコメントなり、いただければ大変嬉しいですよ。はい、ということで今回は取り留めのない話ですが、次はこれ購入しますよというプログラムにさせていただきました。もう長くなりますね。この辺で終わりたいと思います。それではまた購入してまいりますので、ご期待くださいませ。それでは本日は以上です。いつも皆さんご視聴ありがとうございます。明日も明後日もお元気でいってらっしゃい。